こんにちは、アンナスです。今日は、何ステッチで図案を埋めたらいいのかっていう話をしようと思います。なんか最初刺繍初心者でとりあえず何か刺繍してみようみたいなのはあると思うんですけど、なんとなくこうやってきた人とかっていうのは、次じゃあ例えばなんか自分の好きななんかアニメかなんかのキャラクターとかをちょっと刺してみたいなとか、なんかちょっとずつこう刺繍でなんか自分で応用してみたいなって思うと思うんですね。でその時にこの辺は何ステッチ、どういうステッチを使えばいいのかとか、なんか細かく言うともうキリがないので、なんかざっくり大まかに私はこういう感じで刺繍してますっていうのをちょっと大まかに説明しようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと説明をしたいと思います。基本的に私の図案っていうのはサテンステッチが多いと思われていると思います。実際そうなんですけど、ほぼサテンステッチでやっています。で、チェーンステッチは割と最近やり始めた図案、刺し方なんですけど、何が違うかって、私の中での区別ですよ。だから他の作家さんとかは全然わからないんですけど、ちょっと文章で書きます。大きい図案と小さい図案ってことなんですよね。大図案、小図案で、こっちはサテンステッチが得意で、大図案はチェーンステッチで面を埋めるこういう埋め方なんですけど、でもサテンも OK なんですっていう分け方をしてます。例えばこれ図案大きいですよね。これをサテンステッチで全部埋めることはできるんです。可能なんです。だけどちょっと大変っていう理由で私は結構チェーンを使ったりする場合が多いです。でもだから逆ができないんですよね。こういう細かい図案、こういう細かいこのちょっとしたお花のこのギザギザとかっていうのは、このチェーンステッチでたとえ一本取りでやったとしてもかなり表現は難しいので、もうちょっと図案を大きくするとかしないと多分これできないと思うんですよ。っていうことで、大きい図案はチェーンステッチでもサテンステッチでもできるけど、小さい図案はサテンステッチしかできない。で、私は割と図案が小さい方だったのでずっとサテンステッチでいけてたんですけど、だんだんカバンとか大きいものに刺繍したくなってきたので、そしたらじゃあちょっとチェーンステッチもやってみようかみたいな感じで割と最近始めてます。で、これが割とほぼチェーンで埋めてます。サテンはこの丸いところかな。このエビの目とか、ここのなんかこの中の丸いところ、なんだろう胡椒の粒みたいなところしかやってないんですね。で、これサテンでやろうと思えばできます。ロング&ショートと混ぜてやればできるんですけど、ちょっとチェーンステッチだけで一回やってみようと思ってこういう感じにしてみました。で、チェーンステッチで構成できてる図案っていうのは割と油絵みたいに近くで見ると結構なんていうのかな、チェーンステッチってこう粒がいっぱい重なって面に見せてるので、ゴワゴワしてる、なんか下手すると波打ってるみたいなところが出てくるんですよね。だから引きで見た時に絵として成立する。だから大きい図案、油絵もそうですけど、油絵とかでもその印象派とかのなんか割とそういう絵を見てみると、近くで見るとこれなんだろう、ゴッホとかなんかちょっと分かりづらいけど、ちょっと2、3歩引いてみると
すごい奥行きのある立体的な絵になってたりとかしますよね。なんかそれに近い感覚かなと私は思ってます。ちょっと私は油絵とかも少しやってたので、なんかそういう感覚で喋っちゃうんですけど、なので、まあ皆さん自分で絵を描かれる場合は割とどっかからキャラクター持ってきたりとか、なんかまあそういうことが多いと思うんですよね。まあ自分で絵描く方もいらっしゃると思いますけど、なのでサテンステッチだけで十分いけると思います基本的にはもうサテンステッチで向き変えて質感変えて、そうサテンステッチはね質感出しやすいんですよね。だからもう基本的にはサテンで埋めていくっていうのがいいと思います。質感が出しやすい。でこっちはねなんか油絵みたいな引きで見る絵っていう感じで捉えてもらえるといいと思います。なのでこれちょっと前に作った、だいぶ前ですねクリスマスの図案なんですけど、これは基本的にはサテンステッチでやってるんですけど、そのチェーンステッチが入っているところっていうのはなんかこうチェーンステッチの良さを生かして、このつぶつぶのなんか連なりみたいなのが面白いから、それでその背景のなんかこの柄にしてみたりとかあとこれもそうですね、これキャンプの図案なんですけど、中のモチーフはこまごましてるんで、もうサテンステッチとかで刺してしまってるんですが、ここの木のところはロング&ショートでやるとちょっと大変で、なんか中のモチーフとその外側の木の質感のステッチを変えることで、なんかこの違いますよみたいな雰囲気も出せるので、なんかこの中のものはリアルなんですけど、外側のこんな木ないですよね普通。ちょっとやっぱこのデフォルメしてメルヘンの世界の木になっているので、それでそのチェーンステッチでちょっとやっぱり違う世界観ですよっていうのを見せたりとか、なんかそういう効果的に使う感じかなと思います。あんまりそのチェーンステッチをメインで刺繍しようみたいなのってあんまりやったことなくて、これはわざとチェーンステッチだけで刺繍するとどうなるかなみたいな感じで、チェーンステッチで埋めるっていう前提で絵も記号化して、あんまりリアルな絵にしないようにしてデフォルメしてるわけなんですけど、普通になんかこうサラサラっと絵を描く場合はサテンステッチで埋めるっていうのが一番無難かなと思います。これもちょっとチェーンステッチで埋めてるんで持ってきたんですけど、これはちょっと理由違いますね。別にこれサテンでやっても全然 OK です。サイズ的にも全然問題ないと思うんですけど、ちょっとチェーンで埋めてみたかったっていう感じです。なんかチェーンの場合は割と図案が大きいですね。これもだからもっとちっちゃくすればチェーンではちょっと無理になってくるかなっていうサイズ感ですね。っていう感じで、私は割とそういう分け方で自分で絵を描いて、それにどのステッチを当てはめようかなっていうのを考えた時に、そういう分け方で大雑把には分けています。なので、皆さん多分そんな大きな記号みたいな図案ってあんまりされないと思うので、その自分でイラストとか選んできてこれ刺したいなっていう時にあんまりこういう感じのものじゃなくて、もうちょっとキャラクターとかやりたい人の方が多いんじゃないかと思うので、そういう方はサテンステッチで構成すればいいのではないかと思います。あとそういう人にちょっとフォローしておくと、点と面と線ですね。だいたい絵っていうのはこの3つで成立してるんですけど、点はフレンチの音、面は、サテンで、線がアウトライン、バックステッチとかもありますけど、
でここがチェーンステッチか、チェーンステッチになったりサテンになったりっていう感じで、もっと応用はありますよ。いろいろ点とかもバリオンステッチの丸にするとか、いろいろ細かく言えばいっぱい派生はしていくんですけど、基本的に点と面と線で絵は成立してるんで、どれが当てはまるかなっていうのを考えてやっていくと、そうですね、枠線とか引くと楽なんですけど、やっぱりなんかこう刺繍っぽさがなくなるので、枠線を引かないでできるだけ面だけでこう構成して埋めていけるようにできると可愛くなるんじゃないかなと思います。ちょっとなんかこう質問とかがあったわけじゃないんで、どういう人に向けて喋ってるのかがちょっと曖昧なんですけど、そういう感じで私は刺繍のステッチを考えています。何かありましたらファンボックスとか毎月の刺繍で結構詳しめに質問いただければ何でも答えてますんで、そちらの方でこのキャラクターどうすればみたいな、そういう質問がある方はあちらで質問していただけたら嬉しいです。では以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。